2026年3月、米国の法廷でとんでもない評決が出たのだ。陪審員たちは全員一致でこう言ったのだ。イーロン・マスクはツイッター投資家を欺いた。と、世界一の富豪が証券詐欺的行為で有罪認定されたのだ。でも、僕が本当に驚いたのはその先なのだ。この評決、実は日本でテスラ株を持っている人、毎日 X を使っている人にも直撃する話なのだ。マスクさんが詐欺って、それって本当にそんな大事件なんですか？大事件なのだ。つむぎ、今日は2022年のツイッター買収劇の裏側、マスクが何を隠したのか、そして日本の投資家や X ユーザーに何が起きるかを順番に解き明かしていくのだ。わかりました。でも先輩、そもそもなんでマスクさんが裁判になったんですか？買収って普通のことじゃないんですか？そこから始めよう。2022年1月、マスクはひっそりとツイッターの株を買い始めたのだ。一株、また一株、誰にも言わずに。秘密で買ってたんですか？問題はここなのだ。米国の証券法では、上場企業の株を 5% 以上取得した投資家は、10日以内に SEC という規制機関に報告する義務があるのだ。マスクが 5% に達したのは2022年3月14日なのだ。でも彼が SEC に報告したのは、なんと4月4日、実に11日も遅れたのだ。11日はこの11日間、普通の投資家たちはマスクが大株主になっているなんて知らなかったのだ。でも先輩、11日の遅れってそんなに大事ですか？うっかりミスじゃないんですか？これがうっかりミスじゃないのだ。その11日間、マスクは株を買い続けていたのだ。報告が遅れた分だけ、株価が低いうちに大量購入できるのだ。陪審が認定した損害額はなんと約155億円。普通の投資家たちがマスクが買っていると知っていれば、もっと高値で売れた、という損失なのだ。ちょっと例え話をしよう。あなたのマンションを誰かが秘密で買い占めようとしているとするのだ。管理組合への報告を意図的に遅らせて、あなたがあの人が買い集めてると気づく前に安く買い叩く。これが今回やったことに近いのだ。うわ、それは確かにずるいですね。でも世界一の富豪が、なぜそんなことを？ここが深掘りしたいポイントなのだ。表面的な理由は安く株を集めたかった。だが、もう一段深く掘ると、マスクには壮大な計画があったのだ。彼は2022年初頭からツイッターを言論の自由の砦として再定義し、自分色に染め直すビジョンを持っていたのだ。計画的だったんだ。そのためにはできる限り安く、できる限り多く株を集める必要があったのだ。さらに3段目を掘ると、もっと構造的な問題が見えてくるのだ。マスクのような超大物が市場ルールを破ると、金融市場全体への信頼が揺らぐのだ。BBC はこの評決をシリコンバレーの特別扱い神話への打撃と報じた。一方、ロイターはより踏み込んで、マスクが今後 SEC の調査を受ける確率が格段に上がったと分析しているのだ。ちょっと待ってください。これって先週の SEC 対暗号通貨の規制強化ニュースと関係ありませんか？なんか続いてる気がして。鋭い指摘なのだ。実は繋がっているのだ。2025年後半から SEC はテック億万長者の証券ルール軽視に対して前例のないほど強硬姿勢に転じているのだ。これは実は2001年の言論不正会計スキャンダルと同じ構造なのだ。あの時も大物が捕まるはずがないという空気があったが、最終的に経営陣が刑事訴追されたのだ。では今回の評決、具体的に何を意味するのかを整理しよう。陪審評決はあくまで民事なのだ。つまり今のところ刑事犯罪ではなく損害賠償の問題なのだ。ただこの評決をもとに SEC がでは刑事調査を始めようと動く可能性が生まれたのだ。数千億円賠償額の確定は今後の審理に委ねられているが、原告側は数千億円規模の損害を訴えているのだ。正直、聞いてて怖くなってきました。マスクさんって DOGE とかトランプ政権でも中心にいるじゃないですか。そこにも影響しますよね。そこが実はこのニュース最大の爆弾なのだ。マスクは今、トランプ政権の政府効率化省 DOGE の事実上のトップなのだ。民間人の彼が司法リスクを抱えたまま政府機能に関与し続けることへの批判が、共和党内部からも出始めているのだ。これはただの株式詐欺事件じゃなく、米国の政治構造そのものへの問いかけになってきたのだ。さて、この問題が日本の僕たちの財布に直接どう影響するか、具体的な数字で話したいのだ。テスラ株を持っている人、毎日 X を使っている人、円建て資産で生活している人、全員に関係する話が来るのだ。ここまでの内容を整理しよう。マスクは2022年3月、ツイッターの 5% 超取得を11日間遅延申告し、その間に株を安く買い集めた。陪審はこれを投資家への欺きと認定。被害額は約155億円。さらに刑事調査への発展可能性まで浮上しているのだ。では、日本への影響に移ろうのだ。
日本の個人投資家への影響を具体的な数字で話すのだ。評決が出た翌日、テスラ株は約 8% 下落したのだ。日本の証券会社でテスラ株を100万円分持っていた人は、その日だけで約8万円が消えた計算なのだ。8万円も。テスラは米国株の中でも日本の個人投資家に最も人気の銘柄の一つなのだ。さらに中長期を見ると、もっと深刻なシナリオがあるのだ。マスクへの刑事訴追が現実になれば、テスラの株価は20-30% 下落するとアナリストが試算しているのだ。テスラを50万円持っている人で15万円の損失、200万円なら60万円の損失になる計算なのだ。テスラ株を持ってなくても影響ありますか？ X をただ使ってるだけの人とか。実はあるのだ。X は今、広告収入が評決前からすでに 40% 以上減少している状態なのだ。企業がブランドイメージを守るため X 広告を引き上げ、その結果 X のサービス品質が低下し始めているのだ。X がな。今後マスクが経営から退かざるを得なくなれば、X の事業継続性そのものに疑問符がつくのだ。毎日 X を使う日本の政治家、ジャーナリスト、企業にとっても他人事ではないのだ。もう一つ、世代別で影響が全然違うのだ。20代の就活生は X 経由の採用情報が滞るリスクがある。30代の住宅ローン自体はテスラ株や S&P500 連動投資信託への波及で資産が目減りする可能性がある。40代以上の管理職は DX 企業への投資判断でマスク関連銘柄を抱えているケースも多いのだ。ちょっと言わせてください。私はマスクさんを批判したいわけじゃないんですが、ルールは金持ちにも平等に適用される、というのが証明されたことは、長い目で見たら市場にとってプラスじゃないですか。それ、すごく大事な視点なのだ。実は僕もそう思っているのだ。短期的には株価への悪影響があるけど、超大物でも証券ルールを守らなければ罰せられる、という前例が生まれることは、市場の長期的な健全性にとって必要なことなのだ。エンロン事件の後、SOX 法という厳しい企業会計規制が生まれて、市場が正常化した歴史があるのだ。動画の最初に、世界一の富豪が証券詐欺的行為で有罪認定された、という話をしたのだ。その本質は、情報の非対称性、なのだ。マスクが11日間隠したことで被害が生まれた。僕たちは強固の評決を知ることで、同じ非対称性の被害者にならないための判断ができるのだ。知ることが、自分の資産を守る最初の一歩なのだ。では今後のシナリオを分岐で整理しよう。シナリオ A は SEC が刑事調査に発展し、マスクが DOGE とテスラ CEO を退く。この場合テスラ株は短期で20-30% 下落するが、長期では新体制への期待で回復する可能性があるのだ。どちらの確率が高いですか？シナリオ B は賠償金を払って幕引き。マスクは継続して影響力を保つ。この場合テスラへの短期ダメージは限定的だが、X の広告不振は続くのだ。3ヶ月後にはどうなってると思いますか？ずんだもん先輩の予測を聞かせてください。僕の見立てを正直に言うのだ。シナリオ B の確率が高いと見ているのだ。トランプ政権とマスクの政治的な結びつきが、今の米国で SEC が動きやすい環境を作るかは不透明なのだ。でも、だからこそ個人投資家として大切なのは、一銘柄への集中投資のリスクを改めて認識することなのだ。テスラだけ、マスク関連だけに集中している人は今すぐポートフォリオを見直してほしいのだ。最後に一つ問いを投げるのだ。今回の評決は、金持ちも法の前には平等という正義の実現なのか、それとも DOGE で政府中枢にいるマスクへの政治的嫌がらせなのか、正解はないのだ。でも、どちらに見えるかによって、あなたが米国の司法と市場をどう信頼しているかがわかる気がするのだ。コメントで教えてほしいのだ。今日の動画はここまでなのだ。マスクのツイッター買収をめぐる買収評決。日本の投資家や X ユーザーへの影響、そして今後の2つのシナリオを解説したのだ。正義か政治か、ぜひコメントで教えてほしいのだ。チャンネル登録もよろしくなのだ。次回は、このニュースと深く絡み合う米国とブラジルのレア発争奪戦、中国依存脱却の現実を解説するのだ。それではまた会おうなのだ。